今日のテーマは単純接触効果。人は何度も見るだけでその対象を好きになってしまうんです。この動画では日常に潜む好感の仕組みとその裏にある心理、そして今日から使える活用法を紹介します。見終わる頃には人と物に好かれるコツが自然にわかるはずです。まず単純接触効果とは何か。一言で言うと、繰り返し接することで好感度が上がる心理の癖。例えば最初は気に留めてなかった曲が CM で何度も流れているうちになんか好きかもと思えてくる。それが単純接触効果です。買い物や広告の世界ではこの効果がフル活用されています。同じブランドの CM を何度も見せることで信頼感や親近感が生まれる。あのロゴはよく見るから安心できるという気持ちはまさにそれです。実際の性能を見たわけではないのに、見慣れているだけでいいものと感じてしまうんです。SNS でも単純接触効果は絶大です。毎日見かけるアイコンや投稿者にだんだん親しみを感じる。特に短い動画やコメントの繰り返しは無意識の好印象を積み上げていきます。この人なんか感じがいいなと思った時、実は内容よりも見た回数が影響していることも多いんです。人間関係でも単純接触効果は重要です。毎日顔を合わせる同僚、学校のクラスメート、挨拶を交わすだけのご近所さん、会話が多くなくても何度も会ううちに信頼や好感が生まれていきます。恋愛でも何度も顔を合わせるうちに気になる存在になっていくのはこの効果です。それではなぜ単純接触効果が起こるのか。理由は脳が慣れたものイコール安全と感じる仕組みにあります。人間の脳は未知を警戒し、基地を安心と捉える。何度も見るうちにこれは危険じゃないと学習していく。もう一つは予測できる安心感。見慣れたものは次の展開を予想しやすく、ストレスが減る。その安心感が好きという感情につながるんです。それでは放置するとどうなるのか。それは好感が見慣れただけで作られてしまう。広告や SNS で実際の質より頻度が印象を上回る。つまりよく見るイコールいいものという錯覚が起こるんです。人間関係でも会う機会が多い人が本当に相性のいい人より好かれやすくなる。無意識の慣れが判断を歪めることもあるんです。ここからは今日から使える活用法と対策を3つ。1つ目は繰り返しを味方につける。発信者なら定期的に登場する。ビジネスでも人間関係でも一度きりより何度もが信頼を生む。接触の積み重ねは最強のブランディングです。2つ目は接触の質を上げる。単純接触はただ回数を増やすだけでは逆効果になることも。ネガティブな印象で繰り返すと嫌いが強化されてしまう。笑顔、挨拶、ポジティブな言葉をセットにするのがポイントです。3つ目は見慣れ効果に気づく。よく見るから好きなのか、本当に良いと思っているのかを意識する。慣れと価値を見分けて考えると冷静に判断ができます。
状況別のミニテクもあります。買い物なら CM や広告を見た後に一晩置いてから判断する。SNS ならフォローが多い人ほど一度内容を見返す。人間関係なら挨拶や短い会話を繰り返して自然な信頼を築く。要は繰り返しを使うときは意識的に、受け取るときは冷静にです。最後にまとめです。単純接触効果は誰にでも起こる見慣れるほど好きになる心理。繰り返しを味方につける。接触の質を上げる。見慣れ効果に気づく。この3つを意識すれば親しみを武器にしながら冷静な判断力を保てます。まずは一度きりで終わらせず、もう一度顔を出すところから始めてみてください。次回はダニング・クルーガー効果。知識や能力が浅い人ほど自信過剰になり、逆に実力のある人ほど自信を失いやすい。その不思議な心理を解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次の動画でご視聴ありがとうございました。